華やかなパーティー会場は一瞬で凍りついた。高校中退ってことは実質中卒ってこと？私はうなずく。その通りだった。こんな低学歴採用したの誰？会社のブランドが傷つくから明日から来ないでもらっていい？その声に明らかにあざけるニュアンスが含まれていて、私は少しムッとした。こんなに会社のためにいろいろしたのに、現場も知らないお嬢さんにそんな風に言われなきゃいけないなんてあんまりじゃないだろうか。でも、私が口を開こうとすると上司がそれを制した。やめとけ。小声で言われて何もかも面倒くさくなる。かしこまりました。私の言葉に振り返る上司。私は上司と社長令嬢を交互に見比べた。お世話になりました。それだけ言った。まあ、どうとでもなる。パーティー会場を後にした。履き慣れないヒールを脱いで、足で地面を踏みしめる。悪くない。これでこそ私だ。この足で歩く。自分の信念の方向へ。月は少し欠けていた。一人で月を見上げる。不思議と心は穏やかだった。私には親の記憶がない。物心ついた時には施設にいた。当時から周囲の大人が私のことを発達障害と言っていた。少し言葉がわかるようになってその意味を理解した。私は驚くくらい協調性がなかったのだ。周囲で何が起きても気にもならない。と思うくらいだ。義務教育が始まってからはそれはもっと顕著だった。とにかくグループに入れない。そんな私はよくいじめにあっていた。いじめられるお前も悪い。もっとみんなと打ち解ける努力をしなさい。と教師に言われたりもした。学校に面白いことなんて一つもなかった。それでも中学生の時に授業の一環で触ったパソコンが私の人生に初めて差した光だった。こんな面白いものがある。私はもっとこれをやってみたいと思った。そう言うと中学校の担任が高専というものの存在を教えてくれた。私は奨学金の制度を利用して学生寮のある高専に入った。けれどやっぱりうまくいかなかった。とにかく始めると止まれない私は寝坊や遅刻ばかりですぐにカリキュラムについていけなくなったのだ。昔からあった傾向だったけれど、この時に自覚した。発達障害。そうか。本当に私は欠陥品なのだ。がっかりしたし、悲しかった。けれど、諦めがついた。本当はどこかで少し普通の人になれる日を夢見ていたのだと思う。施設育ちだけど、親はいないけど、いろいろうまくできないけど、普通の幸せを、と。私は高専の先生に学校を辞める相談をした。すると先生が意外なことを言った。もう働いちゃえばと。先生が言うには私のプログラミングは社会に出ても通用するレベルのものだったらしい。けれど働くのは勇気がいった。働くとなればきちんと出社したり、スタッフ間でコミュニケーションを取ったりしなきゃいけない。私のような欠陥品にそんなことはできそうになかった。正直に言うと先生は制度を利用しなよと障害者雇用対策のことを教えてくれた。
できるでしょと言って。私は制度を利用して中卒で働き始めた。なるほど。確かに最初から障害者だと思ってもらっていると、私のようなものでも案外許される。まだ16、7の私が学校を辞めるのを引き止めもせず、就職を進めて、しかも制度を利用する裏技まで教えてくれた。当時は適当な先生だと思っていたけれど、案外いい先生だったのかもしれない。そうして働き始めた会社で早8年。静かに仕事をしていたのに、ある日、面倒が降って湧いた。それが社長令嬢の誕生日パーティーだったのだ。少し取材も入るから、私のような障害者にも待遇がいいことをアピールしようと、人事と総務が下心で私を出席させた。そして、そのパーティーで私は会社を辞めることになったのだ。気に入ってたのに。会社の隅っこでシステムのメンテナンスをする仕事。怒った勢いで会社を辞めてしまったから引き継ぎもできなかった。しかも次の仕事をしようにも就活もままならない。困り果てて結局高専の先生をまた頼った。何してんのと苦笑されたけれど、先生はまた別の会社を勧めてくれた。君ならできるでしょと言って。そして私は転職したのだった。あんた何者なの？綺麗なお嬢さんが私の職場に来たのは転職して数ヶ月したあたりのことだった。私はそもそもこの人が誰かわからなくて固まっていた。あんたがいなくなってパパの会社は大変なのよ。そう言われて、ああ、この人、あの時私に文句を言った社長令嬢の人だと思った。そんな私の返答など待たずに彼女は散々わめく。どうやらあの後、会社はシステムトラブルをわんさか起こして、受注システムも止まったり、クレーム対応に追われたり、散々だったらしい。そりゃ、日々発生するちっちゃいバグなんかはいつも私が直してたから、誰かがそれをやってないならそうなるよなとは思う。けど、システム科の人たちもいたし、その人たちは私と違って健常だったし、私なんていなくても問題ないと思っていた。でも、結局私のやっていた作業をできる人は社内には一人もおらず、会社は損害を出した上に多額の外注費を支払うことになったそうだ。しかも、障害者雇用の補助金も出なくなっていて、本当に大きな損失だったと今になって気づいたらしい。パパが誤ってもう一度うちで働いてもらうように頭を下げろって、あんた本当に何者なの？天才ですよ。二人で声のした方に振り向く。私の転職した先の社長がそこにいた。残念なことをしましたね。にこやかにそう言う。お引き取りください。彼女を手放す気はないです。柔らかな物腰だったけれど、有無を言わさないしたたかさが言葉にあった。ふざけないで！お嬢さんは憤って、うちの社長を平手で打とうとした。その手を白羽取りのように取って社長が言う。価値を見抜けず手放したのだから自己責任でしょう。八つ当たりは見苦しいですよ。もう一度言います。お引き取りください。彼女はギリッと奥歯を噛んだ。こんなデクノボー天才なんて、物の価値がわからないのはそっちよ。パパもあなたもどうかしてるんだわ。そう言い捨てて、社長令嬢は去っていった。私は声の甲高い人だなぁと思って、
その背中を見送った。揉めたんだって?と、ニヤニヤ笑いながら会社に来たのは、高専の先生だった。この人は面白そうだと思うと意味もなく絡んでくる。みたいです、とだけ返して仕事に戻った。私が話す気がないと知ると、先生は社長室へ向かった。本当にありがとう。いやいや、コミュニケーションはオランウータンの方がまだ取れるでしょ。大丈夫ですか?うまくやれてます?それ以上だよ。こんなにすごいなんて思わなかった。数分後、トイレに向かった私の耳にそんな会話が聞こえてきた。先生の声だったから私のことを言っているのだとすぐに分かった。オランウータンって、ちょっと聞き耳を立てる。好奇心に勝てなかった。プログラムとコードに関しては本当に天才なんだ。だけどあの感じだろ?確かに日本語よりプログラミング言語の方が得意みたいだね。だからあの子がやっていける職場を探すのが本当に大変なんだ。定時出社とかもできないし、飲まず食わず風呂に入らずとか結構やっちゃうから。いや、でも本当に彼女が来てからうちのシステムの不具合がすごく減ったんだ。アプリ開発も手伝ってもらってるんだけど、あの子に見せると、ここで止まる気がするとかってすぐに指摘してきて。実際にやってみると、本当にそこでエラーが出るんだよ。あ、やっぱ健在なんだ。ずっとそうなんだよ。多分絶対音感持ってる人が不協和音にすぐ気づくみたいな感覚なんだろうけど、俺らみたいな凡人にはとてもとても。いや、ほんと、4人ぐらいの仕事を1人でやってくれててさ、あんな子がいるんだな。本人は自分のこと欠陥品だと思ってるけどね。コミュニケーションは確かに。表情も変わらないし、言葉もあんまり喋らないから。でも、慣れてくると何考えてるのかわかるよ。そのうち、もっとうまくコミュニケーション取れるようになるよ。精進するよ。よかった。どうやら役に立ってはいるみたいだ。クビになるわけじゃないと分かって、私はデスクへ戻った。天才ではないと思う。大したことはしてないし。でも、私の仕事を喜んでくれる人がいる。やっぱり、それが嬉しかった。トイレに行き忘れたと気づいたのは数分後のことだった。安定の欠陥品っぷりだ。会社を出ると社長令嬢がいた。その形相に叩かれるのかなと私は一瞬身構える。ちょっといい?こっち。彼女は私の手を引いて近くの公園に連れて行った。彼女が何をしに来たのかわからなくて、私は結局止まってしまった。オランウータンとはよく言ったものだ。ごめんなさい。令嬢の方ががぜん大人だった。なんかすいません、と反省してしまう。私、めちゃくちゃ怒られた。会社にとってすごく重宝する人を失ったって。学歴なんかなくても、地味でも、あなたはすごいスタッフだったって。はあ、そうですか。と内心で思う。私、そういうの理解できなくて、学歴があった方がいいじゃん。見た目も綺麗な方がいいじゃん。っていつも自己研鑽してたの。だからあの時、中卒のあなたのことを馬鹿にした。私はうなずく。そうでしたね。でも、なんか気になってあなたのこと調べたの。本当に天才なのね。あなた一人で
5人分くらいの仕事をしてたってうちの会社の人が言ってた。それは違うと思いますけど、私なんて欠陥品で大したことできませんし。ちょっとだけ私の話していい？彼女はそう言って話し始めた。私、生まれた時から社長令嬢だったの。いや、自慢じゃなくてね。みんながちやほやしてくれて、私も最初はそれは私の魅力だと思ってた。だけど、違うのよ。みんな私のちょっと華やかな見た目とか、社長令嬢っていうことにちやほやしてくれてたの。また私はうなずく。そんな人もいるもんだなぁと思った。それに気づいた瞬間怖くなっちゃって。じゃあ私本人って本当は価値がないんじゃないかって思って。だから勉強して見た目も綺麗にしてちゃんと中身のある人間にならなきゃって。そしたらきっと価値のある人間になれると思って。恵まれた人でもそんなこと思うんだ。でもそうしてるうちに人を見下す心が湧いてきた。学歴がないのは、見た目がだらしないのは本人が努力してないからだって。それでいつの間にかそういう人は見下していいって思うようになっていった。ああ、それであの時あんな言い方だったんだ。でも本当は違ったの。私、自分より下の人を見つけて安心するようになってた。私より下の人がいるから大丈夫。あの人も、この人も私より下だから安心って。まあ、あなたからしたらみんな大体下でしょう。だけど、あなたを知って思った。本当に愚かなのは、そうやって人を見下して安心してる自分なんだって。あなたはすごい。天才って言われる能力があるのに、ちっとも人を見下げたりしない。目の前の自分の課題に真剣に取り組んで、黙々と生きている。私ね、本当は卒業したら一流企業に就職する予定だったの。見栄のために。そもそも一流企業の内定取ってる時点ですごいですけどね。でも、やめちゃった。私、本当は子供が好きなの。だから、教育学をもう一度やり直すことにした。パパに相談して、頭下げて、初めて本気でおねだりした。すごい怖かった。多分、初めて自分の意思を伝えたと思う。今まで空気を読んで、パパは私にこういう未来を生きてほしいんだろうって先回りしてたから。空気読むとか、できる時点ですごいんですけどね、私には。捨てられちゃうかと思ったけど、やってみろって言ってくれた。嬉しかった。だから、今日はお礼を言いに来たの。マジっすか。叩かれたりする気満々だったから、びっくり仰天ですよ。私、あなたみたいになる。私は残念だけど、天才ではないと思うの。だけど、揺るがない自信を持っている人。自分はこれでいいって、誰かと比べたりしないでも生きれる人。そうなるって決心したの。あなたに会ったから。ありがとう。社長令嬢はそう言って笑った。綺麗な人だ。その笑顔を見てそう思った。ってなことがありました。先生に報告すると、マジで何やってんのと笑われた。嬉しかったのね。どうやらそうらしい。人からお礼を面と向かって言われたのはかなり稀有な体験だった。あれから彼女とはたまに会っている。ほとんど彼女が喋るけど、
喋らない私でもいいと誘ってくれる数少ない人だ。先生と彼女くらいじゃないだろうか。よかったね。そう言って先生が笑ってくれた。ありがとうございます。私が感謝を言葉にすると、先生が驚いた顔で私を見た。何？気持ち悪い。珍しく勇気を出したのに。でも、本当に感謝している。先生がいたから、私は今、ここにこうしている。できるでしょ？と、初めて言ってくれた人。どんなにあの言葉が嬉しかったか。天才なんかじゃない。器用でもない。欠陥品だ。でも、できることをして人の役に立てる。生まれてきてよかった。空を見上げると真っ青な青空がいつものようにそこにあった。